皆さんこんにちは。今日も最新のウクライナ情勢について、公開情報をコンパクトにまとめて地図を使って、いち早くわかりやすくお届けします。よろしくお願いします。チャンネル登録して通知をオンにすると、動画公開時に連絡が来ます。過去の動画も再生リストから合わせてご覧ください。ウクライナ情勢。ロシアがキーウに侵攻してから1161日になりました。まずは全般的な事柄です。先ほど公表されたウクライナ軍の参謀本部の最新の発表によると、ロシア軍の損失は兵士1060名、戦車5両、装甲戦闘車14両、砲42門、防空システム1機、ドローン94機、その他車両140両となっていて、昨日お伝えしたように兵士の累積の損失数は今日で95万人に到達しました。戦線全体では168回の地上戦の報告があり、高い水準で攻撃作戦を継続しています。プーチン大統領はロシア戦勝記念日にあたる8日から10日までの3日間で一方的な休戦を発表しましたが、ホワイトハウスからは不十分と批判され、ウクライナ側からはなぜ今すぐ休戦しないのかと非難されています。専門家はウクライナが赤の広場にドローン攻撃を行うのではないかと恐れているとしていますが、ロシア軍が弱体化し、攻撃作戦に限界が来たとの指摘もあります。戦況図と並んでよく見られているウクライナとロシア情勢のニュースコーナーです。YouTube のチャプター機能で必要なところを見ることもできます。1番目。エコノミストはロシア経済特集を掲載し、ロシア経済は息も絶え絶えで、成長は崩壊した。石油と軍事費で動かしてきたプーチンの金儲けマシーンは、ついに窒息したと報じました。内容は、このチャンネルで伝えてきたところですが、ゴールドマンサックスによるロシア経済活動指数は、ロシア経済が急減し、経済成長はゼロになったと伝えています。また、ロシア中央銀行も、今月初旬のレポートで、需要の急速な減少により、多くの部門で生産の減少が報告されていると発表しています。その原因についてエコノミストは3つ指摘し、まず、2023年に 53% も増加した国防費は、今年 3% の増加に急減速したこと。2番目に 21% の政策金利により、国民は消費をせず貯蓄することを選択し、国内市場は凍結したこと。3つ目に、アメリカの関税戦争に端を発した世界成長の減速、石油需要の崩壊が致命傷となったとしています。今後の見通しについて、同氏は、経済バロメーターの針は折れ、国内の資源は食い尽くされ、金融システムは崩壊しつつある。ロシア経済は加速度的に悪化し、困難な試練が待ち受けていると予測しました。このような日を追って状況が変化するときには、ウクライナが5月に経済破綻すると、ロシアとウクライナを入れ替えて発信するプロパガンダがありますので、視聴者様は気をつけてくださいね。2番目。ブルームバーグは、銭形警部の所属する国際刑事警察機構インターポールが、アフリカからロシアに人身売買の疑いで捜査を始めたと伝えています。ロシアは、アフリカ、ラテンアメリカ、アジアの最貧国で、アラブがスタートというキャンペーンを開始し、16歳から22歳までの意欲的で、若い女性がロシアに移住し、成功するキャリアを築くための国際プログラムを始めました。すでにウェブサイトもあり、これに応募すると、ロシア行きの無料航空券と、接客業やケータリングなどで、高級のインターンシップを約束されていますが、ロシアに着くと、アラブが経済特区のシャヘドドローン製造工場で、自爆ドローンの製造に携わることを知るとのことです。AP 通信などが、6人の女性にインタビューしたところ、常に監視され、防護具なしで、有毒物質や爆発物を扱う作業を強制された。休日は、
不規則で12時間労働を強いられ、ロバのように扱われていると語り、ある女性は、皮膚に小さな穴がたくさんでき、かゆみがひどい。多くの女の子が苦しんでいると述べました。また、別の女性は、そもそも、賃金が約束より低い$500、75,000で、そこから生活費、住宅費、医療費、ロシア語のレッスン料などが差し引かれ、バス代程度しか残らず、約束とは違う。おまけに、銀行制裁により母国に送金できないとのことです。すでに、モザンビーク、コロンビア、マリ、レソト、ジンバブエ、ルワンダ、スリランカなど44カ国から350人の女性が騙されて自爆ドローンの製造に携わっていますが、実行組織では今年は8500人に増やす予定とのことです。アルゼンチンではアラブガスタートの CM に出演した2名を人身売買に関与したとして告発し、国連人権高等弁務官事務所では AP 通信に対し人身売買の可能性があると指摘し、南アフリカ安全保障研究所のリバ氏は、ブルームバーグの取材に対し、工場で働けば、ウクライナの正当な標的となると語りました。それでは、各地域の戦況です。戦況の変化のあるところを中心にお伝えします。その変化は大画面で、フルスクリーン表示にしていただくと、日付とともに追いかけることができます。また、この分野でこれまで起きた様々な事案から、ルジアンやルシアン軍など、YouTube に最適化した表現を使用しています。北東部、スームイ、クルスク、ハルキウ方面。ルシアン軍が侵攻の目標としているはずのスームイから、クルスク、ベルゴロド、ハルキウ方面の戦況についてお伝えします。作戦に影響を与えるスームイの天気は、晴れ。最高気温13度、最低気温4度。今日の天気予報は曇りとなっています。これらの方面でルジアンは、クルスク方面で23回、ハルキウ方面では6回攻撃を行いました。クルスク方面。この方面で、ルシアン軍の公式発表では、クルスクからウクライナ軍が追い出されたことになっていますが、地上戦は継続しています。昨日お伝えしたところから、戦況図に影響のある情報はありませんが、国営タス通信は、クルスクに駐留する北朝鮮軍の映像を初めて公開し、ルシアン軍の教官が手榴弾の扱い方を実演し、北朝鮮兵士が軍から指揮歌を歌いながら隊列を組んで行進する場面が放送されました。一方、ルシアンの軍事ブロガーで、義勇兵のアリエフは、事実を話せば、治安部隊から脅迫を受けることもあると前置きした上で、クルスクが解放されたなど、全くのデタラメで、テレビでは、すべて順調で計画通りに進んでいると言うが、至るところでウクライナが攻撃していて、彼らは少し脇に寄っただけだ。いなくなったところに我々が入れば、敵の空軍がやってきて、すべてを破壊していくと語りました。さらに、この方面では、ルシアン軍の移動式レーダーステーションの P15 テロパが破壊された情報があります。このレーダーは、低高度の航空機、ヘリ、ドローンも検出できるもので、1952年に運用が開始された、当時最新式の珍しいレーダーで、価格にして数十万ドル、数十億円はするだろうとのことです。それ以外のベルゴロド、ハルキウ方面でも、戦況図に影響のある情報はなく、ルシアン軍の攻撃は成果がありませんでした。北東部ルハンスク州方面。東部チャシフヤール方面。クピャンスクからチャシフヤール方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、クピャンスク方面では3回、スバトベクレミンナ戦は20回、シベルスク周辺では3回、チャシフヤール方面で16回、トレツクの方向で9回攻撃を行いました。クピャンスク方面。この方面では、ルジアンの日和見的な攻撃が続いています。そのうち、クピャンスクの北にあるカミアンカでは、位置情報付きの映像によると、ルジアンが川から上がってきて集落を前進し、
ウクライナ軍はドローンで前進を阻止しました。しかし、ルジアンは損害を出して前進し、地図の場所で旗を掲げて占領を主張しました。ご覧いただいているのは、ロシア軍の第344自動車化ライフル旅団のもので、地図の場所の様子となっています。戦況図では、その場所までルジアンが占領したとして更新しました。面積は1平方キロになります。シベルスク周辺。セレブリャンスキーの森林の南にあるフリホリフカでは、位置情報付きの映像によると、ルジアンがドネツ川沿いに突破を図り、ウクライナ軍がドローンで排除しています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第81エアモバイル旅団のもので、地図の場所で穴蔵の中にいるルジアンたちの様子を近づいて観察しているところとなっています。反対に、ルジアンの砲撃位置から、ウクライナ軍の陣地がすぐ南にあり、ルジアンは非常に狭い範囲で前進を図っています。戦況図では、この付近まで1キロの範囲で係争地が拡大したとして更新しました。2番目。また、その南東3キロの地図の場所でも、位置情報付きの映像によると、地図の場所でルジアンが観察され、ウクライナ軍がドローンで排除しています。こちらは画像だけですが、戦況図では、この場所まで係争地が拡大したとして更新し、その後方となるビロホリフカの鉱山については、複数の情報を総合して、東側と南側をルジアンが占領したとして更新しました。面積は3平方キロになります。昨日もお伝えしましたが、ルジアンは前線全体でオートバイで突破を試み、ウクライナ軍はドローンで撃退していますが、数が多い場合、すべては撃退できない状況となっています。トレツク方面。この方面では、トレツク市街地よりも郊外でルジアンが攻勢を仕掛け、前進を試みています。今日は戦況図に変更のある情報はありませんが、この方面に配置されているウクライナ軍の第93機械化旅団のピャセツキー上級総長は、ウクライナのテレビニュースに登場し、戦況について、敵はもう装甲車両は使わないが、それ以外のあらゆる移動手段、オートバイ、電動スクーター、果ては自転車を使い、徒歩よりも早く移動する。敵の攻撃は先週よりも増加し、そのような攻撃を撃退するのは見た目ほど簡単ではない。我々は、この攻撃に対し、何機のドローンで撃退できるか検証中であると、ロシア軍の新戦術への対応に迫られていることを説明しました。南東部ドネツク州、ポクロフスク、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面の戦況についてお伝えします。この方面で、ルジアンは、ポクロフスク方面で64回、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面で13回攻撃を行いました。ポクロフスク方面。この方面で、ルジアンは、ポクロフスクから離れた郊外を中心に攻勢を仕掛けています。1番目。連日お伝えしているタラシフカからボディアーネドルヘでは、位置情報付きの映像によると、ルジアンが前進を試み、ウクライナ軍がドローンで応戦しています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第117機械化旅団のもので、地図の場所にいるルジアンを観察している様子となっています。戦況図では、この場所まで700メートルの範囲で係争地が拡大したとして更新しました。2番目。これも連日お伝えしているリシフカでは、ルジアンは横に長い集落の東西から交互に攻撃を仕掛け、間をこじ開けるように攻勢を仕掛けています。今日は集落西の池のほとりでルジアンが観察され、ウクライナ軍が砲撃とドローンで排除しています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第68ジャガー歩兵旅団のもので、オートバイで疾走し、その後徒歩で前進するルジアンを観察している様子となっています。この攻撃は撃退されましたが、戦況図では、この場所で、ウクライナ軍の奪還地を700メートル縮小させ、係争地に更新しました。それ以外は、戦況図に影響のある情報はなく、
ルジアンの攻撃は散発的で前進にはつながりませんでした。コスティアンティノピル方面。この方面でルシアン軍はバハティルに狙いを定め、集落全体に多連装ロケット、サーモバリック爆弾、ドローンで攻撃を行い、近々正面突撃による総攻撃を行う可能性が高いと考えられます。戦況図では、バハティルの南まで係争地が拡大したとして更新しました。後方地域。今日もルシアン領内で不審な出来事が起きています。そのうち、クルスクでは、チェチェン軍の司令官アラウディノフが、アフマト特殊任務旅団の大隊指揮官ウムハノフがウクライナ軍により戦死したと報告しました。また、先月クルスクのスジャでガスパイプラインに入って15キロ進んでウクライナ軍の後方に出る奇襲作戦を行った兵士について、生きて帰ってきた兵士の大半が肺と気道に化学熱傷を受け、内臓を損傷し、病院に入っていると伝えました。ルシアン軍では、この作戦は成功し、伝説的な勝利として伝えられていますが、800人とも600人とも言われる兵士は、窒息したか、生きていても回復できない状態にあります。南部ザポリージャ州、南部ヘルソン州。これらの方面で、ルジアンは1回攻撃を行いましたが、ウクライナ軍が撃退し、戦況図に変更はありませんでした。その他、ロシア経済の断末魔はあらゆるところで聞こえてくるようになりました。ロシア政府は予算不足を補うため、国営銀行の VTB バンクに対し、監査役会を通じ、利益の半分を株主に配当するよう勧告しました。配当は2750億ルーブル4700億円となりますが、同社は2021年以降は配当を支払っておらず、経営陣は寝耳に水の衝撃を受け、同社の株価は配当目当ての買いが殺到し、20分間で 24% も急騰しました。昨年、ロシアの銀行は3兆8000億ルーブルという記録的な利益を計上しましたが、以前の動画でもお伝えしたように、裏側では不良債権も急速に増加していて、業界トップのズベルバンクのスクボルツォフ CEO は、前例のない数のマイナス要因が発生し、配当できないと表明しています。専門家は、VTB バンクの自己資本比率は 9.9% と許容値ギリギリで、もし、このような配当が行われた後には、資金調達のため、大量の新株発行を行い、株価が暴落する可能性が高いと警告しました。今日は以上です。情勢分析やニュースの感想、最新情報など、ぜひコメント欄にお寄せください。最後に、このチャンネルにはサブチャンネルがあります。また、関連するツイッター、ノート、テレグラム、ニコニコ動画もあります。ノートでは、日々の戦況を無料で読むことができ、ニコニコ動画では、昨年8月までの戦況動画を掲載しています。何かあった時は、これらのメディアで視聴者様にお知らせしますので、ぜひ、どれか一つでもチャンネル登録、フォローの方をお願いします。リンクは概要欄にあります。ご視聴いただきありがとうございました。